もしあなたのスマホにネット上でしか知らない相手から突然電話がかかってきたら、2020年某日、アメリカ・フロリダ州ネープルズ。僕だよ、エリック・ジャスティン111だ。当時13歳の少女エイバ・マジュリーはスマホ越しに聞こえた男の声に凍りつきました。男が口にしたのは彼女が投稿していた TikTok のコメント欄で何度も目にしたユーザー名。それどころか男はインスタにもスナップチャットにもエイバが兄弟と楽しんでいたオンラインゲームの場にさえ姿を現していました。 SNS の一フォロワーとして異常なほどのその付きまとい。そしてこの日、男は本来知るはずのないエイバの番号へ電話をかけてきたのです。さらに男はその後も彼女が教えていないはずのある場所へ姿を現しました。彼の家から1600キロ離れたエイバの家に。オソスケンちゃんです。やみやみこです。最近ね、実家に帰って、甥っ子がいたんですけど、はいはい、ちょっとやっぱね、ヤリラフィーなヤンキーになってきたの？なんか服の感じがちょっと 10% ぐらいヤリラフィーな感じだったんですよ。なんかちょっとアドバイスしようかなとかなんですけど、ただなんかそういうの言われるの嫌じゃん、若い時にさ。それがさ、甥っ子ちゃんの今の美的感覚だからさ、違うこれ美しいでしょってものを見せたらいいんじゃないの？否定するんじゃなくて、なんか導くとかね、ただ、難しい。別になんか正解はないから、究極ね、その世代その地域では流行ってんだろうけど、ただヤリラフィーだけはちょっと許せなくて、俺刈り上げてた。刈り上げてた。ただなんか5週ぐらい回ってね、思ったんだけど、横揺れしないヤリラフィーだったら別にいいかもしれない。いいじゃん。こうやって横揺れしないんだったら俺はもう全てを許せるかもしれない。ね、その踊り。これからなんか違うですよ。すんげえ初期の。それ横揺れってまた違う。これはやりながら横揺れする。あ、そうなの。そうだよ。何にも知らねえじゃねえか。知らなかった。なので、ちょっと自分と意見が違う人に対してみんなって伝えるときにどう気をつけてるのか、ぜひねちょっと教えていただきたいです。今回はアメリカ・フロリダ州で14歳のインフルエンサーを襲った恐ろしい事件をご紹介します。彼女はフォロワーにストーカーされるんですが、その男は公開していないはずの電話番号を知っていたり、何千キロも離れている彼女の家まで押しかけてきたりするんです。悪い意味で行動力が半端ないわね。住所とか電話番号とかどっから調べてくんのよ。これ真相を知ったら人間不信になりそうなレベルの話なんです。ある朝、家中に響いた銃声とともに目覚めた少女。彼女はその音を聞いた瞬間、ずっと自分につきまとっていたある男だと察するんです。そこにいるはずのない男。2021年7月10日、アメリカ・フロリダ州ネープルズ。早朝4時30分、家族の誰もが寝静まっていたとある一軒家にけたたましい銃声が響きました。撃ち抜かれたその家の玄関ドア。そのドアの破片は玄関のすぐそばの寝室で寝ていた少女エイバ・マジュリーの元まで飛び散っていました。すぐに飛び起きたエイバは兄弟と共に2階へ避難。そして彼女は銃撃してきた犯人に見当がついていたのです。ショットガンでドアを壊すってやっぱり本気だったんだ。家の奥で身をかがめ怯えていたエイバ。家の外には青いベストにゴーグルを着用し、その手にショットガンを構える男の姿が。実はその男はエイバが投稿していた TikTok にいつもコメントしていたフォロワー。そんな彼がなぜショットガンを手にエイバの家まで押しかけるような事態になってしまったのでしょうか。時は1年3ヶ月前まで遡り、2020年4月、エイバは自身のスマホに TikTok のアプリをダウンロードしました。エイバはそれまでサッカーのプロを目指し、毎日夢中でグラウンドを駆け回っていましたが、この頃新型コロナウイルス蔓延によるロックダウンが開始。暇を持て余した彼女は動画投稿をしてみることにしたのです。するとエイバはすぐに人気者になりました。幼い頃から歌やダンス、ステージでのパフォーマンスが好きだったこと、子供向けの美容コンテストに出場するほど容姿に優れていたこと、インフルエンサーとしては申し分ないそれらの才能を持っていたエイバは1年も経たずに100万人以上のフォロワーを得たのです。またエイバのすごいところは10代前半にしてビジネスライクな視点を持っていたところ。彼女は TikTok のアカウントを3つ運用しており、企業案件の際には次のように提案していたといいます。メインアカウントで$1000なら他の2つのアカウントも合わせて$1700ではどうでしょう。アカウントごとに客層が違うので、より多くの方面にアプローチできますよ。エイバは TikTok を始める以前にも自分でデザインしたステッカーを同級生に販売し、日本円換算で10万円ほどを稼ぎ出す経験をしています。そのビジネスセンスもインフルエンサーとしての成功の秘訣だったのかもしれません。そして具体的
的にどんな層の人たちがエイバの投稿を見ているのかというと、フォロワーの4分の3が男性。やはり彼女の美しい見た目に惹かれて見に来る人が圧倒的に多かったのです。そんな男性フォロワーのうちの一人が後にストーカーと化してしまうエリック・ロハン・ジャスティン。最初期からエイバの投稿にコメントを残していた彼は、当初はごく普通のファンに思えていたのですが、13歳14歳でさ、ここまで TikTok をビジネスの場として考えられるって、なんかマセガキというか大人びてる感じするわね。本当にね、すごく才能のある子なんです。そしてここからエイバーに対して男の恐怖のアプローチが始まるんです。一線を超えたフォロワー。TikTok の投稿を始めてしばらくした頃、エイバはあることに気づきました。この人めちゃめちゃコメントしてくれてるな。コメント欄に並ぶのはエリック・ジャスティン111というユーザー名。ジャスティンはエイバの動画に毎回のようにいくつもコメントを残しており、熱心というよりは少し異様に見えたのです。さらにジャスティンは TikTok にとどまらず、スナップチャットやインスタなど他の SNS からも何通も DM を送ってきました。挙句はエイバが兄弟とプレイしていたオンラインゲームにも参加してきたり。ただエイバはジャスティンの必要なコメントや DM が引っかかってはいても邪険にすることはなく、他のファンと変わりなく普通に接していました。あくまでインフルエンサーとフォロワーの関係、多少変に見えても危害を加えられることはない。彼女はそう思っていたのかもしれませんが、ある出来事をきっかけにその考えが間違いだったと思い知らされるのです。相変わらずジャスティンのコメントや DM が届き続けていたある日、エイバのスマホに見知らぬ番号から電話がかかってきました。僕だよ、エリック・ジャスティン111だ。なんと単に SNS を見ているだけのフォロワーだと思っていたジャスティンから番号を教えてもいないのに電話がかかってきたのです。彼は一体どこでエイバの電話番号を手に入れたのか。実はエイバの友人が番号を売ったのです。ジャスティンはエイバの SNS から友人をたどり、複数人から彼女の個人情報や SNS に上がっていない写真を入手していました。友人たちはいずれもエイバと同じ10代前半ということもあり、お金を払うと言われて魔が差した部分もあったのかもしれません。また実はジャスティンは学業優秀で特に数学が得意な青年。エイバの同級生のある少年は数学の宿題をやってもらう代わりに彼女の番号を教えたといいます。このようにあの手この手でエイバの友人をたどり、彼女の電話番号まで突き止めてしまったジャスティン。エイバは恐怖を感じるとともにこう思いました。刺激してはいけない。直接の電話をかけてきたジャスティンの要求はエイバの写真を売ってほしいというもの。エイバは両親に相談の上、すでに SNS 上に載せている写真を渡すだけならと SNS に載せていた顔写真2枚を売ったのです。これで満足してくれるといいけど。いや、これジャスティンって男さ、SNS に載せてる写真なんてすでに持ってるでしょ。これ逆になんか怒らせちゃうことになんない？それがね、ジャスティンが求めていたのは写真そのものではなく、エイバーから直接写真を買ったっていう事実なんです。というわけで本日のメタなキーワード、性的課題知的バイアスについて。性的過大知覚バイアスとは、相手の何気ない反応を自分への恋愛的、性的な関心として受け取ってしまう心理のこと。エイバはジャスティンの要求通り写真を送れば満足して付きまといをやめるだろうと期待し、SNS ですでに公開されている写真を送りました。しかしジャスティンが欲しかったのはおそらく SNS 上の有名人が自分に写真を送ってくれたという事実。公開済みの写真だろうとどうでもよく、彼女が反応を返してくれること自体に恋愛的な意味を見出していたと考えられます。憧れの有名人が写真を送ってくれた。自分は彼女にとって特別なんだと。性的過大知覚バイアスの原因は、相手の本心がわからないとき、人が自分の感情で穴埋めをしようとすることにあります。相手に強く惹かれていると、相手の一挙手一投足を自分の中にある気持ちを使って推測しようとするため、恋愛的な文脈で解釈しやすくなるのです。エイバから直接写真を購入できたことにフォロワーのジャスティンは大いに喜びました。そしてエイバが直接写真を送ってきたという事実を得たジャスティンは、彼女と特別な関係になれると思い込んだようでした。彼は満足するどころか、続けざまにこんな要求をしてきたのです。ねえ、次は裸の写真を送ってよ。生足を見せてほしい。お尻の写真を送ってほしい。彼の要求はみるみる露骨になっていきました。エイバはたまらずジャスティンを全てのプラットフォームでブロック。すると、どこから連絡を取っても通じないことを察した彼は、送金アプリを通じてこんなメッセージを送ってきたのです。ごめん、僕が悪かった。全財産払うから許して。
彼は立て続けに数万円の送金を続けブロックを解除してほしいと懇願しました。最終的には元警部補であるエイバの父親ロブがジャスティンにメッセージを送り次のように警告。娘は未成年だ。これ以上連絡するなら警察に通報する。するとジャスティンは非常に申し訳なさそうに謝罪をしてきたため、父ロブも単に若さゆえにやりすぎてしまっただけと考えていたのです。これさ、自分がめっちゃ見てるからこそ時たま目があった時にさ、相手も自分のこと思ってくれてんのかなみたいなことあるじゃない。ジャスティンはそれのめちゃくちゃ行き過ぎた版って理解でいいのこれ。まあほんとその通りじゃないかなと思いますよ。そしてね、そこまでエイバーに執着していたジャスティンが拒絶されたからってここで引き下がるわけないんですよ。手に入らないなら。ジャスティンをブロックしてから数ヶ月が過ぎた頃、エイバは同級生のアレックスからこんな電話を受けます。君に伝えなきゃいけないことがある。アレックスはエイバにつきまとっていたジャスティンから接触があったために連絡してきたと話しました。そして同級生のアレックスが伝えたジャスティンとのやり取りの内容はこうでした。あいつ、僕に君の裸の写真を持っていないかって聞いてきたんだ。それでそんなものはないって断ったら、じゃあプラン B で行くしかないなとか言い出して、ショットガンを持って君を襲いに行くって。アレックスは続けてジャスティンがこう話していたことも伝えました。7月9日か10日までにエイバから裸の写真が送られてこなければ何かが起こる。その話を聞いたエイバは怯えすぐに両親に相談しました。しかしジャスティンが暮らしているのはフロリダから1600キロも離れたメリーランド州。両親はまさかその距離をわざわざ移動してくるとは考えず、単なるネット上の脅しだとエイバにもあまり気にしないように言っていたのです。まあね、普通は本当に家まで来るとは思わないわよね。しかもさ、同じ国内って言っても海外旅行ぐらい距離離れてるわけじゃない。これは来ないって思うわよ。まあ思考回路が普通じゃないからストーカーになってるわけで、普通じゃねえやつが何しでかすか分かんないじゃないですか、逆に言うと。だからそう思っとかなきゃいけないですよね。迎えた2021年7月9日、エイバがまだ眠っている早朝4時半の時間帯を狙い、ジャスティンは彼女の家の前に現れました。彼はショットガンを1発放った後すぐに2発目を撃とうとしますが、銃の扱いに慣れていなかったためか弾詰まりを起こしたようでした。その間にエイバの父ロブが外へ出てきたため、ジャスティンは一時逃走。ロブは拳銃を手にその後も玄関で警戒を続けていました。すると案の定、ジャスティンは数分してまた戻ってきたのです。銃を捨てろ。父ロブはジャスティンを睨みつけそう言いますが、彼は構わず銃口をこちらへ向けてきます。そして父ロブはジャスティンよりも先に引き金を引きました。ジャスティンはその場で死亡。彼が所持していたスマホには数千枚に及ぶエイバの写真、そして数百時間分の動画が保存されていたといいます。父ロブの発砲は正当防衛と判断され、罪に問われることはありませんでした。そして実はジャスティンが亡くなった後もエイバの恐怖の日々は終わらないのです。犯人亡くなったのに恐怖の日々が終わらないってどういうこと？もう狙われたりすることないんじゃないの？そう思うじゃないですか、ただ実はエイバーを狙っていたのはジャスティン一人だけじゃなかったんです。繰り返される悪夢。事件後、エイバの元には性犯罪者から電話番号を1000ドルで売ってくれと連絡が来るなど、事件の話題性から傷をえぐるような出来事が続いたといいます。しかしそれもまだ序の口。ジャスティンの死後、事件の捜査を続けていた警察によって彼女は思いもよらない事実を知らされるのです。警察が知らせたのは、ジャスティンがエイバの家への襲撃計画を立てていると教えてくれた同級生アレックスに関する話。実は彼がエイバの住所をジャスティンに教えていたというのです。エイバの電話番号が友人伝いにジャスティンへ伝わっていたことから、住所もどこからか漏れていたことは察しがついていました。しかしまさかジャスティンが君を襲うつもりだから気をつけた方がいいと忠告してくれたアレックスがその犯人だなどとエイバは思いもしませんでした。彼が親切を装いながらエイバを怖がらせて裏で楽しんでいたのだとしたら、そしてこの後エイバはもはやそうとしか思えなくなる体験をするのです。2021年も暮れに差し掛かった頃、ロックダウンが明けて再び学校へ行き始めたエイバは校内にいる間妙な視線を感じるようになっていた。うわ、またいる。エイバが視界の端に捉えたのは、物陰からこちらを見ている同級生アレックスの姿。生徒数2000人を超えるその校内で彼はいつも何時もエイバのすぐ近くにいた。当然エイバは距離を取ろうとするが、アレックスはしつこく後ろをついてくる。そしてエイバが気味悪く思っていると、アレックスは彼女のスマホにメッセージを送ってきた。その内容は彼とジャスティンのやり取りのスクリーンショットだった。
エイバへの性的暴行を暗示する絵文字に裸の写真が送られてこなければプラン B に切り替えるなどという犯行計画の詳細。ジャスティンが死んだとしてもまだ俺がいる。同級生のアレックスはそうとでも言うかのようにエイバが思い出したくもない事件の内容を執拗に蒸し返した。アレックスは自身の SNS に射撃場で銃を撃つ動画をアップしていたともされ、それを見たエイバは強くこう思ったといいます。私を撃つつもりなの？このようにしながらアレックスの振る舞いに恐怖を覚えていったエイバ。彼はエイバが所属していた女子サッカー部にもしょっちゅう覗きに来ていたといいます。追い詰められたエイバは最終的に大好きだったサッカー部を辞めざるを得ず、学校もホームスクーリングに切り替えるしかなくなりました。2022年3月28日、彼女はアレックスへの接近禁止命令の申し立てをしますが、裁判官は法的に嫌がらせやストーキングの基準を満たしていないと棄却。いや、満たしてるでしょう。射撃場の動画がエイバに直接送られたものではなかったことなどがその根拠とされています。最初あんたが言ってたけどさ、本当に人間不信になるような事件ね、これね。心配してくれてたと思ってた同級生が犯人の協力者で、しかもトラウマを思い出させるようなことしてくるわけでしょ。人の心ないじゃない、こんなやつ。この件でエイバーは本当に追い詰められていたんです。嫌がらせに当たらないっていう裁判所の判断にはやっぱり引っかかるところがありますよね。ちなみに彼女は両親のサポートを受けつつ細心の注意を払いながらインフルエンサー活動を続けているみたいなんです。エイバを TikTok で見つけ必要につきまとったジャスティンは普段は真面目ないい子だったとされ、両親からはその異常性は一切見えていなかったといいます。 SNS を通じてインフルエンサーと容易にやり取りできる風潮は、そんなごく普通の青年にも自分にも手に入るという幻想を抱かせる面があるのかもしれません。日本人にも決して人事ではなく、2026年6月には神奈川県相模原市でも TikTok で知り合った相手への執着から殺人に発展した事件が起こっています。ジャスティンは最初から怪物だったのでしょうか。それとも誰でも誰かに近づけるように見える時代が彼の中にあった危うさを増幅させてしまったのか。画面の向こうにいる相手を尊重し続けるために越えてはいけない一線はどこにあると思いますか。オーソンスケンちゃんです。宮みこです。最近視聴者さんからね、 YouTube と別でやってる秘密結社アルゴメトリーっていうね、ちょっとオンラインサロンがあるんですけど、そこでどんなことやってんのかってね、結構コメント来るんですよ。でね、こう入会してみたいけど、中身がわからないのでね、お金払うのどうなんだってコメントもこういただくわけですよ。そんなわけでね、7月末までの限定で無料入会キャンペーンをね、1ヶ月やってたんですけど、この度ですね、7月にもうかなりの人が入会してくださって、めっちゃ好評だったんで、このキャンペーン延長してほしいって声もね、かなり多くいただき、なんとね、夏休み特別キャンペーンとしてね、8月末までね、伸ばします。ただもうこれ以上は伸ばしません。というわけで、8月末までにね、入会してくださった方は、なんと1週間もね、無料で全部の動画見れます。無料だったらね、そのまんま続けるかどうか判断がしやすいわよね。というわけで、この秘密結社アルゴメトリーでは YouTube のね、アルゴメトリーでは公開が難しいとされる120本以上もの限定動画が公開されています。そして今後もその本数は増え続けます。そしてこのオンラインサロン内でのメンバー同士の交流っていうのもね、このサロンのね、醍醐味かなと思います。本当視聴者の方からもっと早く入ればよかったなとか、このオンラインサロン限定のね、動画だけでも十分価値があっただったりとかね、メンバー同士のね、交流がね、本当に生きがいですっていうね、そういったコメントもね、多数ね、いただきます。通常はね、月額がかかってしまうんですけど、今ならね、8月末までにね、入会してくだされば1週間はね、無料で見られるんで、4月が好評だったから8月までね、こう延長したっていうね、ほんと限定の企画なんで、もうこれ過ぎたらね、もう9月になった時点でもう延長はしませんので、この動画を見てくださってる方はね、本当に無料なので、ぜひね、一度ね、概要欄とか固定コメントの方からね、秘密結社アルゴメトリー見ていただければと思います。あなたにはその場の勢いで行動して後悔した経験はありますか。2024年10月26日、北海道江別市午前6時頃、公園を歩いていた通行人が異様な光景を目にしました。遊歩道の上に倒れている一人の若い男性。彼は全裸の状態で全身に怪我をしているように見えました。両腕を頭上に伸ばし、まるで万歳をしているかのような姿勢でピクリとも動きません。この時現場の気温は2度から3度。明らかに何かがおかしいと気づいた通行人はすぐに通報します。
通報を受けて駆けつけた救急隊員が確認したところ、男性はすでに亡くなっていました。被害者は20歳の大学生。犯人はすぐに判明します。その日のうちにこの男性の交際相手だった女が自ら警察に出頭してきたのです。その後合計6人が逮捕され、この事件は全国的なニュースとなりました。事件のきっかけもすぐに判明します。男性が命を落とした理由、それは交際中の彼女に別れ話をしたこと。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。